ゆっくり解説、騙される快感。映画、ワイルドシングスの巧妙な罠をネタバレ解説。ねえマリサ、ワイルドシングスって見たことある？なんか騙し合い映画の最高峰って聞いたんだけど、本当にそんなにすごいの？おう、すごいどころじゃないぜ。登場人物がみんな裏があって、どこまでが演技でどこまでが本音なのか最後までわからないんだよ。特にラストのエンドロールで一気に伏線が回収されるあたりは、見終わってからもう一度見返したくなるレベルだ。それってつまり、観客が完全に騙されるってこと？ああ、その快感を味わいたくて何度も見返すファンも多いんだぜ。今回はそんな映画、ワイルドシングスを、ネタバレありで徹底的に解説していくぜ。張り巡らされた最初の罠、事件の幕開けと第一のどんでん返し。魅惑的なフロリダの高級住宅街で起こったスキャンダラスな事件。さて、物語の舞台は、アメリカ合衆国フロリダ州に位置する架空の街、ブルーベイだ。ここはまばゆい太陽が降り注ぎ、美しいビーチが広がる海岸沿いの高級住宅街で、富裕層が多く暮らす、一見すると絵に描いたような楽園のような場所なんだぜ。豪華な邸宅が立ち並び、人々は優雅な生活を送っている。そんな華やかな表の顔の裏に、これから語るようなドロドロとした欲望と策略が渦巻いているとは、この時点では誰も想像すらしていなかっただろうな。すごくきらびやかな場所なんだね。なんだかサスペンスの舞台としては意外な感じもするけど、そう、そのギャップがこの映画の面白さの一つなんだ。そんなブルーベイの街にある高校で、信じがたいようなスキャンダルが持ち上がるんだ。事件の中心人物となるのは、高校で生徒たちの進路相談に乗っているカウンセラー、サム・ロンバード先生だ。彼はハンサムで生徒からの人気も高く、学校や地域社会からの評判も非常に良い人物だった。まさに非の打ちどころのない、多くの人から尊敬される存在だったんだ。そんな立派な先生が、一体どんなスキャンダルに巻き込まれるの？ある日突然、この学校でもひときわ目立つ存在、学園のクイーンとも称される裕福な家庭のお嬢様、ケリー・バン・ライアンが、サム先生にレイプされたと訴え出たんだ。ケリーの母親は町でも非常に影響力のある人物だったから、この告発は瞬く間にブルーベイ中に知れ渡り、町全体に衝撃と波紋を広げたんだ。セレブのお嬢様からの告発なんて、ニュースになったら大変そう。そして、事件はこれだけでは終わらない。ケリーの告発からしばらくして、今度は学校内で問題児として知られ、誰とも群れようとしない一匹狼のような存在だったスージー・トーラーまでもが、同じくサム先生から性的暴行を受けたと訴えたんだ。二人も、これはもう、サム先生の立場は完全に危うくなっちゃったんじゃないの？普通ならそう思うよな。でもなレイム、この二人の告発こそが、観客である我々を、そして物語の登場人物たちをも欺く、最初の、そして非常に巧妙に仕掛けられた罠の始まりだったんだぜ。この時点で見えているものが、必ずしも真実ではない。ここから、この映画の真骨頂である騙し合いが幕を開けるんだ。被害者かそれとも、ケリーとスージーの怪しい微笑み。ケリーとスージー、二人の生徒から立て続けに性的暴行で訴えられたサム先生は、瞬く間に窮地に追い込まれるんだ。世間は当然、若い被害者である彼女たちに同情的になる。誰もがサム先生が悪人だと思うだろうな。普通はそう考えちゃうよね。先生っていう立場だし、二人の生徒が同じような訴えをするなんて、よっぽどのことがあったんだって信じちゃうかも。ところがダレイム、この映画はそんな観客の普通の感覚を逆手に取ってくるんだ。ケリーとスージー、一見すると性的な被害に遭った傷つきやすい少女たち、に見えるんだが、彼女たちの行動や表情には、どうにも引っかかる部分があるんだぜ。そうなの？どんなところが？例えば、二人が警察に証言する場面や、互いの顔を見合わせる瞬間に見せる、ほんの一瞬の怪しい微笑みだ。それは怯えている被害者のものというよりは、何か裏で糸を引いているかのような、あるいは自分たちの計画がうまくいっていることを確認し合っているかのような、そんな不敵な笑みに見えるんだ。
怪しい微笑み。傷ついているはずなのに、笑みを浮かべるなんて、確かに違和感があるね。ああ、特に、裕福な家庭のケリーと、学校では浮いた存在のスージーという、全くタイプの違う二人が、どうして同じ人物を訴えることになったのか、単なる被害者としてでは説明がつかない、不自然なつながりや行動が見え隠れするんだ。この時点から、観客はあれもしかして、この二人、本当に被害者なのか、という疑念を抱き始めるように仕向けられているんだぜ。彼女たちの怪しい微笑みは、この映画の最初のどんでん返しを予感させる、重要なヒントになっているんだ。そうだ。例えば、マスコミの前では悲劇のヒロインを完璧に演じているケリーだが、ふとした瞬間に、まるで何かを企んでいるかのような、挑戦的な笑みを浮かべているように見えるシーンがあるんだ。これが観客の心に最初の違和感を生む。そして、この疑惑をさらに深める存在が登場する。それが、もう一人の女子高生、スージー・トラーだ。サムロンバード有罪。巧妙に仕掛けられた第一の罠。ケリーとスージー。二人の少女からの告発によって、サム・ロンバード先生はあっという間に社会的な信用を失い、警察の捜査対象となる、証拠があるのかないのか、状況は二人の証言に大きく依存しているように見えるが、世間の目はすでに彼を有罪と決めつけているような状況だったんだ。サムは自身のキャリア、そして人生を守るために、弁護士を雇うことを決意する。彼の弁護を引き受けたのは、ケビン・ボーデンというラツワン弁護士だ。弁護士を雇うんだね。でも、二人の証言が揃ってるなんて、サム先生にはかなり不利な状況じゃない？ああ、その通りだ。裁判が始まり、ケリーとスージーが証言台に立つ。二人はそれぞれ、サム先生から受けたという性的な被害について、詳細かつ生々しく語るんだ。その証言は非常に説得力があり、聞いている人々は彼女たちに同情し、サム先生への怒りを募らせていく。特に、母親が有力者であるケリーの証言は、世論に大きな影響を与えた。誰もが、サム先生の有罪を確信するんだ。うわぁ。聞いているだけで辛くなっちゃうね。やっぱりサム先生は本当にひどい人だったんだ。そう思わせるのが、この映画の巧妙なところなんだぜ、レイム。観客も裁判の成り行きを見守りながら、これはもうサム先生は絶対絶命だな。有罪は免れないだろうと確信する。弁護士のケビン・ボーデンも、苦しい状況に立たされているように見える。そして、いよいよ判決が下される。と思われたその時だ。裁判の最中に、ケリーとスージーが突如として、自分たちの証言が全て嘘であったことを、法廷で、しかも先生の下で自白するんだ。嘘だったの。二人とも。ああ、これには法廷にいた全ての人が驚愕する。そして観客である私たちも、最大の不意打ちを食らうんだ。性的な被害を訴えていたはずの二人が、実は最初から示し合わせて嘘の告発をしていた。この衝撃的な真実が明らかになった瞬間、物語は根底から覆される。これが、ワイルドシングスが観客に仕掛ける、最初の、そしてあまりにも巧妙すぎる罠の正体なんだぜ。罠が牙を向く。二転三転する真相と新たな容疑者。レイ・デュケット刑事の執念の捜査と見えてくる矛盾。ケリーとスージーのまさかの法廷での嘘の自白によって、サム先生は無罪となり、事件は一旦解決したかに見えた。観客もなんだ、そういうことだったのか、という印を下げる。いや、むしろしてやられた、と感じたはずだ。しかし、物語はこれで終わりじゃないんだぜ。この複雑な事件に、一人の刑事が深く関わっていくことになる。事件解決じゃなかったんだ。誰が登場するの？登場するのは、レイ・デュケット刑事だ。彼はこの事件の担当刑事で、一見するとそやでた不甲斐な昔かたぎの刑事に見える。だが、そのうちには強い正義感と、一度抱いた疑念を決して手放さない粘り強さを秘めているんだ。刑事さんか。でも、嘘の告発だったって分かったなら、もう事件は終わりなんじゃないの？普通ならそう考えるよな。だが、レイ刑事は違った。彼は、ケリーとスージーが嘘をついていたという事実の裏に、
何か別の、もっと大きな力が働いているのではないかと疑い続けるんだ。二人の少女があそこまで巧妙な嘘をつき、しかもそれを同時に撤回したことに、どうにも納得がいかないものを感じていたんだぜ。彼は事件の再調査を開始する。そして、関係者たちの証言や行動を丹念に洗っていくうちに、次々と小さな、しかし決定的な矛盾を見つけ出していくんだ。あの法廷での一件は、真実の全てではなかった。むしろ、これから明らかになるさらなる巨大な罠の、ほんの入り口に過ぎなかったんだぜ。レイ刑事の執念が、ブルーベイの街に隠された真の闇を暴き始めることになるんだ。意外な共犯関係と次々と覆る前提。レイ・デュケット刑事は、法廷でのケリーとスージーの証言撤回に納得がいかず、独自の捜査を進めていたんだ。彼は事件に関わる人物たちを再び調べ始め、水面下に隠されていた不審な点を一つずつ拾い上げていく。そして、ついに、驚くべき事実にたどり着くんだぜ。どんな事実？嘘をついてたってこと以外に、まだ何か隠されてたの？ああ、レイ刑事の捜査によって明らかになったのは、ケリーとスージー、そしてあのサム・ロンバード先生の間に、我々観客や世間が考えていたような、被害者と加害者という単純な関係ではなかった、ということなんだ。なんと、あのレイプ告発事件そのものが、彼ら3人が仕組んだ壮大な計画だったという可能性が浮上してきたんだ。どういうこと？被害者だと思ってた二人が、先生とグルだったってこと？信じられない。そう、これがこの映画の2度目の、そしてさらに強烈などんでん返しなんだ。法廷での嘘の証言撤回は、彼らの計画のあくまで一部だったんだ。ケリーとスージーは性的な被害者などではなく、サム先生と共謀して、ある目的のために偽の事件を作り上げていたんだぜ。じゃあ、最初の告発は何だったの？何のためにそんなことをする必要があったの？それがレイ刑事の、そして観客の新たな疑問となる。彼らの目的は一体何だったのか？何か？それとも別の何かか？この共犯関係が明らかになったことで、我々がこの事件に対して抱いていた前提は、根底からひっくり返されることになる。サム先生は無実の被害者か？ケリーとスージーはただの嘘つきか？いや、そうではない。彼らは、何か別のシナリオに基づいて動いていたんだ。この意外な共犯関係の露呈こそが、これから始まるさらなる混乱と、予測不能な展開の序章となるんだぜ。レイ刑事の執念が、事件の真の輪郭を少しずつ暴き出していくんだ。誰が味方で誰が敵？信用できない登場人物たち。ケリーとスージー、そしてサム先生までもが、裏で繋がっていたという、衝撃的な真実が明らかになったことで、この物語は一気に先の読めない展開になっていく。観客である我々は、一体誰を信じてよいのか、完全にわからなくなってしまうんだぜ。確かに。だって、被害者だと思ってた人が加害者とグルだったなんて、もう誰も信用できない感じだね。ああ、それまで応援していた人物が、実は全く別の顔を持っていたかもしれない。逆に、悪人だと思っていた人物に、実は別の目的があったのかもしれない。この映画に登場する人物は、皆が何かを隠しているように見えてくるんだ。例えば、あのレイ刑事は正義感から事件を追っているように見えるが、彼にも何か個人的な思惑があるんじゃないか？とか、サム先生の弁護士だったケビン・ボーデンは、本当にただの弁護士なのか？彼もこの一連の騒動に一枚噛んでいるんじゃないか？なんて、次々と疑念が湧き上がってくるんだぜ。うわぁ、考え始めるとキリがないね。登場人物全員が怪しく見えてくるのが、なんか面白いけど怖いかも。そうなんだ。そして、この誰が味方で誰が敵なのかわからないという状況こそが、ワイルドシングスという映画の最大の魅力の一つなんだ。観客は常に、登場人物たちの言葉や行動の裏に隠された真意を探ろうと必死になる。目の前で起こっていることが真実なのか、それともまた新たな罠なのか、一切信用できない中で物語を追っていくことになるんだぜ。この疑心暗鬼の状態こそが、
見る者をこの映画にどっぷりと引き込むんだ。すべての嘘が暴かれる衝撃の結末とエンドロールの種明かし。富と欲望が渦巻く事件の裏に隠された真の動機。レイ刑事の執念の捜査によって、あの告発事件の本当の動機が明らかになったんだ。それは、性的な被害なんかじゃなく、もっと生々しい人間の富と欲望だった。ブルーベイの裕福な住民たちの、隠された顔が暴かれていく。富と欲望？どういうことなの？このすべての黒幕は、ケリーの母親、サンドラ・バン・ライアンだったんだ。あの最初のレイプ告発は、サム先生を陥れると同時に、ある巨大な財産をめぐる壮大な計画の始まりだった。ケリーが成人して手にする信託財産を、サンドラがコントロールしようとしたんだ。ケリーのお母さんが黒幕。信じられない。ああ、ケリーの偽証言とスージーを巻き込んだ恐喝は、すべてはこの金銭目的の計画の一部だったんだ。サム先生を巻き込むことで騒ぎを起こし、注意をそらしつつ、裏で財産の乗っ取りを進めようとした。あの法廷での茶番劇も、すべては富と権力のために仕組まれた、用意周到な芝居だったんだぜ。お金のためだったなんて、ゾッとするね。彼らはサム先生を一度無罪にすることで、事件を収束に見せかけ、その裏で真の目的である財産の強奪を企んでいた。被害者を装っていたケリーとスージーも、そして次に明らかになる消えた男も、すべてはこの欲望渦巻く計画の駒に過ぎなかった。ブルーベイの美しい街並みの下に隠されていたのは、人間の剥き出しの金銭欲が生んだ、あまりにも汚く、そして入り組んだ真実だったんだぜ。これぞワイルドシングス。エンドロールで明かされる驚愕の真実。サンドラ・バン・ライアンが財産目当ての黒幕だったという、事実が明らかになり、物語はこれで終わりか、と思いきや、ワイルドシングスの真の凄さは、ここからなんだぜ。この映画の最大のどんでん返しは、なんとエンドロールの最中に仕掛けられているんだ。エンドロールでどんでん返し。そんなの聞いたことないよ。ああ、普通じゃありえないよな。スタッフやキャストの名前が流れるその裏で、それまで本編では決して描かれなかった、衝撃的な映像が次々とインサートされるんだ。それが、この事件の本当の、そして誰も予想し得なかった真実なんだぜ。そのエンドロールで明かされるのは、サム先生、ケリー、そしてスージー、なんと彼ら3人が、あの最初の告発事件が発生するよりもずっと前から、完全に結託してこの一連の計画を企てていたという事実なんだ。彼らは被害者でもなければ、単なる共犯者でもない。まさに、この巨大なゲームの真のプレイヤーたちだったんだ。3人ともグルだったの。じゃあ、ケリーのお母さんの計画も、彼らは知ってたってこと？どころか、もしかしたらケリーのお母さんすらも、彼らの壮大な計画の一部として利用されていた可能性すら示唆されるんだ。エンドロールの映像は、彼らがいかに巧妙に、そして冷酷に全ての登場人物を欺き、自分たちの都合の良いように状況をコントロールしていたのかを、一切のセリフなく、ただ映像だけで我々観客に叩きつけるんだ。うわぁ、もう何が本当で何が嘘なのか、全然わからなくなってきた。そう、これこそがワイルドシングスが伝説と呼ばれるゆえんなんだ。本編を見て一度驚き、最後の最後、気が緩んだエンドロールで、さらに椅子から転げ落ちるような衝撃を受ける。すべての前提が覆され、もう一度最初から見直したくなる。この多重構造の罠こそが、観客を熱狂させる、この映画最大の魅力なんだぜ。観客はどこまで見抜けたか？巧妙な脚本と演出の勝利。エンドロールで明かされたあの真実。サム、ケリー、スージーの3人が最初から共犯だったという事実は、観客である我々にやられた、という強烈な感覚を残すんだぜ。そして、このやられた、という感覚こそが、ワイルドシングスという映画が傑作たるゆえんなんだ。本当にそうだよ。まさか、エンドロールまで騙されてたなんて思わないもん。ああ、この映画は、本編の9割を使って観客を特定の方向に誘導し、登場人物たちの行動やセリフに意味付けをさせておきながら、
最後の数分間でその全てをひっくり返す。これほどまでに観客の予想を裏切り、衝撃を与える脚本は、そうそうお目にかかれないんだぜ。見終わった後、すぐにまた見返したくなるもんね。あの時のあのセリフ、そういう意味だったのか。とかあの時のあの表情、全部演技だったんだ。って、答え合わせしたくなる。まさにそれだ。この映画の巧妙さは、一度すべてのネタバレを知った上で見返すと、全く違った映画に見えるところにある。最初は何気なく見過ごしていたシーンやセリフ、登場人物たちのちょっとした仕草などが、実はすべて、あのエンドロールで明かされる真実への伏線だったことに気づかされるんだ。どこにそんな伏線があったの？全然気づかなかった。それがこの映画の演出の勝利なんだよ。監督は、観客に気づかれないギリギリのラインで、真実を示唆するヒントをまき散らしている。だが、本編で繰り広げられる2点3点のドラマがあまりにも衝撃的だから、観客はそちらにばかり気を取られてしまい、真の伏線を見落としてしまうんだ。すべてを見抜けた観客は、おそらくほとんどいないんじゃないか？ワイルドシングスは、観客の先入観や固定観念を逆手に取り、見事に欺き通した。そして、その騙されたこと自体が、この映画の面白さ、深みになっているんだぜ。まさに、脚本と演出が完璧に噛み合った、巧妙なミステリー映画の最高峰と言えるだろう。この映画がもたらす騙される快感とジャンル的意義を再確認。さて、ここまで映画、ワイルドシングスの多重構造な罠と、衝撃的な結末について深掘りしてきたわけだが、この映画の最大の魅力は、やはりあの見事なまでの騙されっぷりを観客に体験させるところにあると言えるだろうぜ。本当にそうだったね。最初の事件から始まって、法廷での証言撤回、まさかの共犯関係、そして最後の最後まで続くどんでん返し、完全に監督の手のひらの上で転がされてた感じだよ。ああ、そして、その騙されたという感覚が嫌なものではなく、むしろ快感にも似た感覚をもたらすのが、この映画のすごいところなんだ。あれだけ巧妙に仕掛けられたトリックに気づけなかった悔しさと同時に、これほどまでに練り込まれた脚本と演出に出会えたことへの感動があるんだ。何度も裏切られるのに、見終わった後はすっきりするというか、むしろしてやられた、って面白さが勝つ感じだよね。そうなんだ。そして、このワイルドシングスがスリラーミステリーというジャンルにおいて果たした役割も大きい。特に、エンドロールで主要な真実を明かすという手法は、当時としては非常に斬新で、その後の多くの作品に影響を与えたと言われているんだぜ。観客は本編で全てが終わったと思ったら、最後の最後に決定的なネタバレを食らうわけだからな。エンドロールは普通、安心して席を立つ時間なのにね。だからこそ、ワイルドシングスは単なるどんでん返し映画ではなく、観客の常識や期待を根本から覆す実験的な作品としても評価されているんだ。すべての嘘が暴かれた時、観客はこの映画が持つジャンル的な意義、そして騙される快感の真髄を改めて思い知らされることになるんだぜ。まさに、何度見ても新たな発見がある、傑作サスペンスだ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、また